こんにちは、みえこです。前回の動画でご紹介したタペストリーを作る時に使用した布がまだ残っていたので、今度はバッグを作ってみました。少しだけ明るい色の布を足してこんな感じのバッグを作りました。本も入るし、いろいろ入る大きさを作ったので便利なんですよ。30センチ ×40 センチ、まちが6センチあるカバンです。これが前回使って残った布で、今回はこの緑色とブルーの布、そしてポイントになる赤い布とこの花柄の布を付け加えました。少し幅は大きめに切って使います。まず残っている布に今回新たに足した布を合わせて、このように約7ミリの縫い代でミシンで一気に縫ってしまいます。長さがいろいろあるんですが、3種類の布を濃い色と薄い色合わせてどんどん縫いつないでいきます。そして縫い終わったものにアイロンをかけます。アイロンが終わるとこのようになっています。裏はこんな感じですよ。キルト綿を用意します。裏と表間違いのないように気をつけて、左の上の部分からこの布を縫い付けていきます。少し小さめに、正方形じゃなくても大丈夫なんですけど、このように切って乗せて、ログキャビンで前回の動画でご紹介したログキャビンの縫い方と同じように上に布を乗せて下の布と同じ大きさに切っていきます。そして7ミリぐらいの縫い代で縫い付けます。これはミシンで縫いましたよ。そしてこの縫いつないだものに今度は横に乗せて、このように切って7ミリの縫い代で縫いつなぎます。そこを開いて、今度は縦にまた布を置いて、キルト綿の端の部分で切り揃えて、またミシンで縫います。長さが足りないものは縦横をつないでこのように縫います。縦と横を順番に縫いつないでいくと少しずつ大きくなってきますから、このように好きな順番で縫っていきます。短い布はこうやってつないでいくとあっという間に端まで行きます。そして半分に折った中心あたりのところに行ったら長い布を置いて縫い付けます。今度は反対側を縫います。
た右の端から縫いますが、今度は手順が分かったと思うので、だいたい縫いつなぐ順番に布を切っておきます。長さが足りないときは1枚布をそのまま置いたりして、どんどん重ねていって、この順番で縫います。最後は合わせて縫いますから、裏はこうなっていますよ。最後にここをミシンで上から縫ってしまいます。上から飾り縫いしたような感じですね。次にキルト綿から外れている部分の布を切り落としてしまいます。今度は持ち手をつけます。この木の持ち手をつけることにしました。持ち手のつける部分が穴が開いているので、ここにフェルトを用意して、お菓子についていたチョコレートだったかな、チョコレートについていたこのリボンを上に縫い付けて、バッグを留める紐に使いました。それではここにバッグの持ち手をつけます。木の部分がミシンの押さえに当たってしまうので、これは手で縫うことにしました。しっかりと手で縫い付けてあります。裏布をつけるときにこの木の持ち手が邪魔になるので、真ん中に留めておいて、今度は裏布をつけます。表布と同じ大きさに切った裏布を表側と表側を合わせて置きます。カバンの上の部分44センチありますが、ここを縫ってあります。上と下両方縫ったら、裏地は裏地、表地は表地でまた折り直します。ここをまた縫ってしまいます。返し口を15センチぐらい開けて端まで縫います。次にこの縫い端のところにマチを作ります。45度に折った角に中心から3センチ3センチ離れたところに鉛筆で線を引いてここを縫います。表布も同じように45度に折って、中心から3センチずつ離れたところに線を引いて、このように縫います。角の部分が消耗しやすいので残しておくことにしました。そして表に返します。バッグの入れ口部分のところですが、ここをミシンで一気に縫ってもいいんですが、ちょっとだけ手縫いの部分があると手作り感が増すので、いつも少しだけ
このように手縫いを加えることにしています。次にまちで残した布を表布と裏布を縫い留めておきます。こうすると裏布がずれてこないので、いつもこのように留めています。そして返し口の部分も一緒に閉じてしまいます。ここはミシンで縫いましたよ。完成しました。バッグの大きさは40センチ、深さが30センチ、まちが6センチあります。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。